はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日のグラフィックデザインの歴史を変えたレジェンドはミルトン・グレイザーさんです。ミルトン・グレイザーさんといえばニューヨークと切り離すことができないデザイナーです。ニューヨークの名を冠した雑誌を共同で開発した人物であり、今でも観光キャンペーンに使われているI love ニューヨークのロゴの生みの親でもあります。ニューヨーク出身のグレイザーさんは私立大学クーバーユニオンで学び、イタリアのボローニャ美術アカデミーでジョルジョ・モランディさんに師事しました。1954年にはニューヨークで友人のレイノルド・ラフィンズさん、シーモア・クワストさん、エドワード・ソレルさんと共にグラフィックデザイン集団プッシュピンスタジオを設立。イラストレーションを重視し、カラフルで基地とユーモアに富んだグラフィックデザインはプッシュピンスタイルと呼ばれ、世界中で大きな反響、そして影響を与えました。ちなみにこの頃の1940年代から60年代のグラフィックは、主流はスイススタイルと呼ばれるモダニズム美学がまだ残っていますが、今後やってくるサイケデリックやポップアートなどが生まれるその中間にあります。なので1世紀の中間を意味するミッドセンチュリーと呼ばれたりします。ちなみにこのアメリカでのこのスイススタイルからサイケデリックだったりね、ポップアートに移っていく、脱モダニストの背景には戦後のね好景気があります。アメリカ特有の戦後の好景気があります。日本でもねバブル時代に生まれたカルチャーだったり作品はね、今でも根強い人気がありますね。そう考えると現代だったら中国かなと思います。ただ中国だとね情報が閉ざされているので、中国のアンダーグラウンドとかはねどういう風になっているのかなっていうのがわからないんだけど、そこにはね何かデザインの種になるようなね作品表現が生まれているかもしれません。またはこれからはインドかなと思います。それかグローバルの時代なので、もう国ごとでねそういうのは関係ないのかなと思ったり、あとはね好景気だからいいカルチャーが生まれるというのはクライアントの余裕から生まれるものは間違いなくあるので、グラフィックデザインというかね、デザインの未来はどういう風に変わっていくのかなというのは、そういう風に考えていくとね楽しくなってきますね。歴史から未来を見る手がかりはこのシリーズからねぜひ勉強してみてください。再生リストはね概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらからね他の人たちもご覧ください。久しぶりに話がずれました。それではプッシュピンスタジオの話に戻りましょう。ちなみになんだけど、このプッシュピンスタジオの作品の中でもグレイザーさんが1967年に制作したこのボブ・ディランの LP グレイティストヒットのポスター、このディランがねサイケデリックになっている肖像画のデザインなんだけど、これがね一番有名かなと思います。これはね本当に世界中で大反響を呼びました。そんなねアメリカにもヨーロッパにも衝撃を与えたグレイザーさんは、クワストさんと共に20年にわたって事務所を経営した後、1974年にミルトン・グレイザー社というのを創業します。ミルトン・グレイザー社は多くの有名なお客さんを抱えて、膨大な数のポスター、あと出版物、あと企業イメージ作ったり、あとインテリアもねデザインしました。出版はグレイザーさんが熱心に取り組んでいた分野で、1968年に編集者クレイ・フェルカーさんと共に WMG を設立して50冊以上の雑誌、あと定期刊行物のデザインも手掛けました。1976年になると広告代理店ウェルズリッチ・グリーンと共にニューヨーク州の観光促進キャンペーンに取り組むことになります。冒頭で話したね I love ニューヨークキャンペーンのことです。実はこの時代ねニューヨーク市は財政破綻の危機に瀕していて、犯罪も増加傾向にあるというね最悪な状況でした。そんな中でスローガン自体を考案したのはこの広告代理店のねウェルズリッチ・グリーン社なんだけど、それを国民の心にね強く印象付けたのは間違いなくねグレイザーさんがデザインしたこのロゴマークかなと思います。これはグレイザーさんがニューヨークのタクシーに乗っている時にラブをハートマークで表現するというアイデアを思いついたそうです。このアイデアはね今の僕たちの現代書体、オーブン書体ももちろんそうなんだけど、ラブとか打つとハートマークがね絵文字で出てくると思うんだけど、そういう風になった原因っていうのはこのグレイザーさんが作ったねこの I love ニューヨークが原因かなという風に考えられています。シンプルでね強いアイデアっていうのはねいろんなところに影響を及ぼすんだなというのがわかる一例かなと思います。
このロゴはね、ニューヨーカーが利用するだけじゃなくて、世界中でコピー商品が作られるほど大人気となりました。2001年には同時多発テロを受けて、グレイザーさんはね、このロゴにね、新たなデザインを加えています。I love New York more than ever。ハートマークの中にはね、世界貿易センターを表す黒い印が書かれています。これはね、ニューヨークが攻撃に負けないことを表現しています。ニューヨーク州には毎年オフィシャルグッズの売り上げの中からこのロゴの使用料が入ります。しかしグレイザーさんは使用料どころかデザインに対する報酬も受け取りませんでした。あくまで生まれ故郷のために作ったということだったわけです。グレイザーさんはそもそも著作権のことなど考えもしなかった。最初の10年間はみんなにロゴを自由に使ってもらって文化として根付かせたいと思っていたからね。ニューヨーク州のために喜んでボランティアをやったわけさ、と語っています。そういえば日本でも無償にすることで大人気になった黒いクマがいましたね。